こんにちは、生ハゲです。今回は少し前の映像になるんですけれども、アメリカの大自然といえばやっぱりグランドキャニオン、そのグランドキャニオンを中心にそういった、いろんな国立公園が点在するエリアがあるんですけれども、そこはグランドサークルっていうふうに呼ばれています。その中でも今回は、特に人気のある、アンテロープキャニオン、このアンテロープキャニオンへの少し変わった生き方を、ご紹介していきたいと思います。2023年になってそろそろ日本からの海外旅行も行けるようになって、今年のゴールデンウィークとか、夏休みとかどうしようかなって検討されている方もいらっしゃるかと思いますので、もしよかったら参考にしていただけたら嬉しいです。このグランドサークルはネバダ州、ユタ州、アリゾナ州の3州にまたがる地域になっていて、有名なグランドキャニオンはもとよりですね、奇岩が連なるこういったブライスキャニオンとか、大人気のザイオン国立公園、ホースシューベンド、それからモニュメントバレーなどかなり有名な、スポットがある人気の観光ルートになっています。で、今回はその中でも特に人気のあるアンテロープキャニオンへ水路で行く方法を、これから紹介していきます。今映像で見ていただいているこのアンテロープキャニオンなんですけれども、非常に長い年月をかけて水の流れに浸食された非常に狭い峡谷の中に光が幻想的に差し込む光景っていうのがとても人気なんですけれども、ここはアメリカ先住民のナバホ族が自治権を有するいわゆる保留区っていうところになってまして、アンテロープキャニオンには、現地のツアーを、利用しないといけないということになっています。で、僕が行ったのは2020年、今からだいたい2年前だったんですけれども、当時はそのナバホ保留区がですね、コロナ禍でかなり厳しい制限が敷かれていて、アンテロープキャニオンへのツアーも全面的に休止されていました。なので、ちょっと行った時は諦めてたんですけども、いろいろ調べてみたところ、水路を使ってなら一部自力で行けるところがあるということを聞いたので、スタンドアップパドルボード、いわゆる SAP、SAP ですね、こちらを使って行ってみることにしました。個人的には、SAP は未経験だったので、結構なアドベンチャーになったんですけれども、このアクセス方法かなり良かったので、詳しく紹介していきたいと思います。アンテロープキャニオンに一番近い拠点はこのページという町なんですけれども、ラスベガスから車でだいたい4時間ぐらいかかります。で、実はこのアンテロープキャニオン2カ所あって、一つはこちらにあるアッパーキャニオン、これがよく旅番組なんかで紹介されている有名な方になるかと思います。で、もう一つが、こちらにあるローアーキャニオンで、こちらが比較的新しめのエリアみたいなんですけれども、このローアーキャニオン、峡谷に流れてくる川の支流がこのようにあるんですけれども、ここをカヤックとかサップなんかで入っていくと、ある程度自力で見られるということでしたので、そのツアーを取り扱っているこちらのレイクパウエルパドルボード&カヤックさんを利用して、ちょっと挑戦してみました。で、こちらの業者さんはですね、ツアー、少人数でのツアーと、あと、機材のレンタル、どちらも対応されているみたいなんですけれども、今回ちょっとツアーを予約しようと思って電話したらですね、結構先までいっぱいで、レンタルなら対応できるというふうに言われたので、ちょっと僕は初心者で不安だったんですけども、なんとか挑戦してみました。で、ここの業者さんは乗り方もレクチャーしてくれますし、借りたボードはですね、このように、車の屋根に簡易的にですね、安全に積んでくれたりもしますので、いろいろ至れり尽くせりという感じでやってくれます。そしてボードをレンタルして車に積んでいただいた後、ここの船着き場まで車で行って、自力でボードを下ろしてそこから漕いで向かっていくという仕組みだったので、ちょっとその様子を今からご覧いただければと思います。はい、いきなり漕いでるところから始まっちゃうんですけど、ちょっと車からボードを下ろすのが結構大変で、重かったっていうのと、あと下ろしてまた車を止めに駐車場まで戻ってまた歩いて帰ってくるみたいな、結構大変だったんで、ちょっと動画撮る余裕がありませんでした。なのでまず漕いでるところが始まりますけど、今はこの川の本流のところですね、結構広いところになるんで、ちょっと波もあって怖かったので、座ってまずは漕いでます。
初心者の人は、立ち座とか正座とかで、最初慣れてから立つといいよなんて言ってたので、あぐらをかいて、漕いでる感じですね。ただ、今支流の方にちょっと入ってきたんですけども、だんだん行くにつれて波も穏やかになってですね、結構座ってても進むかなっていう感じだったので、本当に自信が持てるまではずっと座って漕いでたっていう感じですね。また今見えるように結構人が行き来してますんで、ライフジャケットも貸してくれますんで、特に何かあっても、そんなに問題ないかなっていう感じでした。疲れたらこんな感じで休憩して、また進むっていう感じです。ただ時間帯とか季節によってはこれは10月だったんですけれども結構暑かったです。なので、真夏とかだと、特に熱射病とかかなり気をつけた方がいいと思いますんで、帽子とか、サングラスとか、準備は、きちんとしていった方がいいかと思います。だんだん奥に入っていくとこんな感じで岩もオレンジになってきてですね、かなりアンテロープキャニオンっぽくなってきます。で疲れたら休憩したりしながら行くんですけど、だんだん本当に静かになってきてですね、聞こえるのは自分がパドルを漕ぐ音と、鳥の声だけみたいな感じですごく別世界っていう感じで良かったです。もしかして終点かも。で今終点まで、来たところでだいたい1時間ぐらいかかったかなっていう感じですので、意外と座ってても思ったより早く着いたかなと思います。でここの終点で水が切れてますんで、カヤックとかパドルボードを一旦置いてで上陸して自分の足で歩いていくともっと、深い、細い峡谷の方に入っていけて、いわゆるアンテロープキャニオンが見られると、そんな感じになってます。しかしながら僕たちはですねあまり奥まで結局行きませんでした。で一つは今までの水路で結構満足したっていうのもあるし、ちょっと一つ問題があってですね、この上陸するところ泥がすごいです。で足がもうかなり泥の奥まで入っていっちゃうし、でその泥が結構やっぱり臭いですので、上陸したらもう足がドロドロになってて結構立っててもすごい泥の匂いがすごいしてですね、結構テンションが下がっちゃったっていうのもあります。で3段に履き替えてちょっと奥の方まで行こうかと思ったんですけど、ちょっと足を早く洗いたくなっちゃったので、こんな感じで写真だけ撮ってですね、ちょっと引き返してきたという感じです。もし次回行くことがあれば、もうちょっと対策してですね、ペットボトルでこう足を洗う用の水を持っていくとか、あるいはウォーターシューズを、何足か持って行って履き替えられるようにしたりとか、していくと、多分気持ちよく奥まで行けると思うので、もし検討されている方はちょっといろいろ対策考えていかれると良いかと思います。で今は2023年アンテロープキャニオンへのツアーもまた再開してますので、これから初めて行かれる方は、普通のツアーで、陸路で、アッパーアンテロープキャニオンとかに例えば行っていただいて、日程に余裕があればまた別の日にこんな感じで水路でローアの方に入っていくみたいな組み方もすごくいいんじゃないかと思いますので、参考にしていただけたら嬉しいです。で帰りはですねこんな感じでさすがに立って漕いでみようかと思って、立ってみました。で波がないっていうのもあって1回立ったらもう全然余裕で、この後ずっと立ち漕ぎで帰れたので、サップもだいぶ慣れてですね、同行者も最初は結構怖がってたんですけど、もう帰りはこんな感じで余裕でスイスイ漕げていたので、パドルボード楽しいなと思って帰ってきました。割と初心者の方でも、いけるかなと思います。不安な方はやっぱりツアーとか早めに予約して参加していただけると、より安心かなというふうに思います。ということで、今回は以上になります。
このグランドサークルやっぱり、びっくりするような景色があちこちにあって、すごかったですので、僕は今回初めて行ったんですけど、もうちょっと早く行っとけばよかったなって思いましたし、また今後も機会があれば行ってですね、まだ見てないところとかいろいろ見てみたいなと思って帰ってきましたので、とてもおすすめです。今後旅行計画される方、よかったら参考にしていただけると嬉しいです。それでは今回はここまで。また次回、さようなら。